はい、皆さん、こんにちは。レトゲビーキです。今回は大阪にレトロゲーム探しをしに行ってきましたので、そこで買ったゲームを紹介していきたいと思います。レトロゲームの聖地と言われているオタロード、日本橋にあるオタロード周辺のですね、ゲーム屋さん何個か巡ってきました。日本橋は初めて行ったんですけど、とにかく外国の方がすごく多くてですね、もうほとんど日本人の方いないんじゃないかなぐらい、周りを見渡しても海外の方がたくさんいらっしゃいました。東京の秋葉原に似た雰囲気のある街なんですけども、電気屋さんがたくさんあったり、電子部品が、たくさん売られてるお店があったりするんですが、なんでこんなに電気屋さんが多いのかというと、諸説あるんですが、1950年代ぐらいに戦争から帰ってきた、元兵隊さんたちがいろんな工具とか、電子部品をこの辺りで露店で売り始めたのがきっかけだったと言われているそうです。まず日本橋に向かう前に梅田の、駿河屋に寄ってきましたので、そちらを紹介したいと思います。駿河屋梅田茶屋町店なんですけれども、こちらは丸善と純駆堂という本屋さんの入ってるビルの、7階に、入っておりました。そこまで大きくはないんですけれども、専門店ならではの品揃えと、やっぱり箱設付き、綺麗な箱設付きが、非常に多くて見応えのあるお店でした。はい、駿河屋梅田茶屋町店で購入してきたもの1点目はこちらのゲームボーイ用ソフトドラゴンクエストモンスターズ2マルタの不思議な鍵ルカの旅立ちです。このドラクエモンスターズシリーズは比較的、割と安い値段で買えるんですけども、こちらのモンスターズ2はなかなかこの1000円以内で買えるっていうのは珍しいんじゃないかなと思って買ってきました。で、こちら箱の状態がかなり綺麗で、もしかしたらこちらの初回特典のカードももしかしたら入ってるんじゃないかということで、ちょっと期待して買ってみました。ちょっと中身を開けて状態見てみたいと思います。じゃあ開けてみたいと思います。どうでしょうか。もうこの光が反射するくらいもうピカピカですね。もう潰れとか汚れもなくてかなり新品に近い状態です。じゃあちょっと中身も見てみたいと思います。これはカードがあるといいんですが、どうでしょうか。カードが入っておりました。ルカのカードが入ってましたね。これは大当たりなんじゃないかなと思います。で、ソフトもちゃんとケースに入っていて、状態も錆もなくて、非常に綺麗な状態です。説明書もかなりもう綺麗ですね。シワも折れもなく状態バッチリです。やっぱりこの鳥山明先生のイラストがすごくいいですね。はい、ということでこちらドラクエモンスターズ2マルタの不思議な鍵ルカの旅立ちでした。はい、購入してきたもの2つ目はこちらのゲームボーイアドバンス用ソフトロックマン&フォルテです。購入金額は1850円でした。
こちら半年前ぐらいにスーパーファミコン用のこちらのロックマン&フォルテ、購入したんですけれども、このゲームボーイアドバンス版も欲しいなと思ってずっと狙ってたんですが、なかなか安いのがなくて、で1000円台で、見つけましたので、これはなかなかお得なんじゃないかなと思って買ってきました。ちょっと状態見てみたいと思います。はい、今袋から出してみました。そうですね、ラベルも色あせもなく傷もなく、状態もいい感じだと思います。はい、購入してきたもの3つ目はこちらの任天堂から出ております、USB アダプターを購入してきました。こちら購入金額は570円でした。でこちらはスーパーファミコンミニですね。小さいスーパーファミコンの筐体でゲームが何個か入ってるっていう、ハードがありますけども、それに使ったりですとかですね、いろいろ、使えるんですけども、このスーパーファミコンの絵柄の箱がすごく可愛くて、買ってきました。なんか飾ってるだけでも可愛いかなと思って買ってみました。ちょっと中身見てみたいと思います。570円だったらもう買いやすいですね。買いやすいのでもうちょっと買ってみましたけども、そんなに多分使った形跡もないので、おそらくそんなに汚れとかはないんじゃないかなと思いますけども、任天堂のロゴが入ってるシンプルなアダプターですね。はい、すごくいいんじゃないかなと思います。次に訪れたのが駿河屋大阪日本橋本館です。ここはさすが本館というだけあって、ショーケースの中がとても充実していました。400万円のネオジオのちびまる子ちゃんが売っていたり、なかなかここでしか見られないものもたくさんありました。思ってたよりも値段もお手頃なものが多くて、特にスーパーファミコンの裸ソフトは非常に買いやすいものが多かった印象がありました。はい、駿河屋大阪日本橋本館で、購入してきたもの、こちらは1個しか買ってこなかったんですが、スーパーファミコンのソフトを買ってきました。それがこちらのスーパーファミコン用ソフト龍子の剣2です。購入金額は1300円でした。私は昔から格闘アクションゲームが大好きで、小学生の頃とかやってたんですけども、この龍子の剣2は当時出た時は本当に衝撃で、本当画面いっぱいにデカデカとしたキャラクターが動き回って、ですごく迫力のある必殺技を繰り出せたり、本当に面白くてですね、当時ハマったんですけれども、そちらアーケードで展開されてた SNK の格闘ゲームがこちらのスーパーファミコンに移植されたものになります。アーケードゲームとはちょっと違うんですけれども、それでもスーパーファミコンならではの移植ということで楽しく当時遊んだ記憶があります。でまたちょっと懐かしくてまたやりたいなと思って購入してきました。で汚れ日焼けありということで、ちょっと値下げされてるんですけど、見る限りかなり綺麗なので、これは良かったんじゃないかなと思います。ちょっと見てみたいと思います。なかなかこれが1300円っていうのはすごく安いんじゃないかなと思います。だいたい1800円とか、高いところだと2000円ぐらいするイメージがありますので、そこまでラベルにこう色あせとかも
ないですし、こう半分だけ茶色くなってたりもないですし、すごく良かったんじゃないかなと思います。次に訪れたのがゲーム探偵団です。こちらは今回大阪で行ったお店の中では一番ディープでしたね。もうお店の中に昔のファミコンのゲームのチラシが貼られていたり、ポスターが貼られていたり、攻略本ですとか、あと同人誌、当時のファミコンの雑誌とかまで本当にあらゆるものが置かれてまして、相当マニアックなお店で、もう個人的にはすごく好きな雰囲気のお店でした。お店は1階と2階に分かれてまして、1階がファミコンやスーパーファミコンなど置いてまして、2階がプレイステーションなどのディスク系が置いてありました。あとは箱だけですとか説明書だけとかも売ってましたので、お目当てのものがあればかなりお安くゲットできるんじゃないかなと思います。はい、ゲーム探偵団で購入してきたもの1点目はこちらのファミコン用ソフトドラゴンクエストの箱だけですね。こちら購入金額は500円でした。もう今やファミコンのドラクエどんどん高くなってまして、箱節付きで1万円超えてるなんてことももう全然ありますので、箱の方がもうソフトより高いっていうのはもう当たり前の時代になりましたので、こうやって箱だけでも買えるとすごく嬉しいなと思って買ってきました。もう見るからに状態はボロボロなんですけれども、私はあまり状態気にするようなコレクターではありませんので、物があれば嬉しいなということで買ってきました。ちょっと開けてどんな状態か見てみたいと思います。はい、どうでしょうか。もう耳は本当にもうプラプラでかろうじてつながってるということで、もうこういうものはもう接着剤で私はもう補強してしまいます。基本一回買ったら外に売ったりしないので、もう私が満足する状態に戻してあげるということで、修復を少ししたいなと思います。でもちゃんと箱としての形は維持してますので、ちょっとここは怖いんですけど、ちょっと飾るには十分いいかなと思います。はい、購入してきたもの2つ目はこちらのゲームボーイアドバンス用ソフトスーパーマリオアドバンス3のこちらも空箱ですね。購入金額は300円でした。こちらも状態はかなり、汚れてます。ちょっとシミがあったりとか、もう全体的にもう柄なのかシミなのかちょっとわからないぐらいなんですけれども、これも内箱も入ってますし、なかなか箱だけで300円だったらもうガチャポンぐらいの値段なので、買っておいて損はないかなと思って買ってみました。ちょっと状態見てみたいと思います。今袋から開けましたけども、そうですね、正直何がどうなったらこのぐらい汚れるのかなってぐらいちょっと汚れてますけども、ちょっとこの何でしょう、水彩画の雰囲気とちょうどこのシミが合ってるというか、なのでそんなに違和感がないですね。でこのスーパーマリオアドバンスもシリーズが結構高くなってまして、箱節付きだと2000円以上することも出てきましたので、まだカセットソフトだけだったら全然安く買えるんですけど、なので私もカセットだけ今持ってたので、これでちょっとニコイチにしてちゃんと持っておこうかなと思っております。購入はしなかったのですが、スーパーポテトレトロ館にも行ってみました。ここはもう圧巻の一言でしたね。もうお店作りがすごくこだわっていまして、もう至る所にお客さんを楽しませようっていう遊び心が満載のお店でした。ありとあらゆるレトロゲームがぎゅうぎゅうに詰まってまして、レトロゲームが好きな方は絶対に行ってほしいお店です。
近くにある心斎橋のブックオフにも行ったのですが、こちらはもう観光客向けに完全にシフトしておりまして、もうゲームの価格が普通の3倍ぐらいの感じでしたね。主にポケモンシリーズはたくさん置いてあるんですけれども、掘り出し物を探すという意味ではちょっと難しいなと思いました。最後にすごく面白かったお店を紹介します。アダムスキーというお店なんですけれども、こちらはレトロゲームだけでなくて、昭和レトロのグッズをたくさん置いているお店です。ゲームの数は本当に少ないんですけれども、昭和の懐かしいものがたくさんありますので、ゲームだけでなくレトログッズが好きな方はぜひ行ってほしいお店です。他にもオタロードにはドラゴンクエストとコラボしたローソンもありました。こちらは店内がガラッとドラゴンクエスト仕様になってまして、グッズが売っていたり、メダルが買えたり、そしてお店を出る時の音がドラクエの効果音になっていたりと、すごく面白いお店でした。梅田の大丸には任天堂大阪も入っておりますので、一緒に巡ってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。